バインダー知らない？バインダー、去年使っちゃったんじゃない？去年使っちゃったか。こんにちは、ハワイ在住の澤です。今アメリカはですね、確定申告の時期で申告期限が4月15日なんですよね。ですので今の時点ですでに申告してないといけないんですけど、これ国税の人が見てたらやばいんですけど、まだ申告してないんですよね。 YouTube って見ないですよね、国税の人。というのは冗談で、アメリカはですね、エクステンションといって個人の申告の期限を申請すれば半年間延ばすことができるんですよ。すでにそのエクステンションの申請をしてありますので、私の今年の申告期限は10月15日なんですよね。なので全然問題ないんですけど、今バインダーを探してて、そろそろ書類の仕分けをしないといけないなと思ってたんですけど、去年買ってたと思ったのがなかったんですよね。なのでこれからですね、カカアコにある文房具屋さんフィッシャーハワイに行ってバインダーを購入しに行きたいと思います。フィッシャーハワイはハワイで文房具屋さんとかオフィス用品を取り扱ってるお店ですね。問屋さんって言った方がいいんですかね。倉庫みたいなところですごい大量に売ってて安いんですよね。なので私がいつもオフィス用品とか買いに行くときはフィッシャーハワイに行ってます。アメリカの文房具屋さんは日本の文房具屋さんと少し違うので、せっかくなら映像に収めてご紹介したいと思います。それではカカアコ行ってみましょう。カカアコは最近新たな観光スポットとして注目されていて、お店やレストランも多く、高級コンドミニアムなどの住居もたくさん開発されているエリアなんですよね。観光スポットとして一躍人気となった理由は、壁一面に描かれているカラフルなウォールアートが火付け役の一つになっています。フォトジェネリックなスポットといいますか、インスタ映えする最高のエリアなんですよ。このエリアは車でドライブするだけでもたくさんのウォールアートを見ることができます。そうだ、文房具屋さんのフィッシャーハワイに行く途中にもウォールアートたくさんありますから、少し撮影してみましょうか。フィッシャーハワイに到着しました。それでは早速中に入ってみましょう。ここは冒頭で説明したように文房具やオフィス用品を専門に取り扱っているお店です。概要欄に住所記載してありますので、もし行きたい人がいましたら確認してみてください。ここは駐車場も広くて止めやすいので、レンタカーで行く場合もアクセスがすごくいいですね。売っているものを見ると正直文房具は日本が一番ですよね。しかしここは昔ながらのシンプルなアメリカの文房具が多く、我々日本人からすると逆に新鮮かもしれません。基本的に文房具関係はこのフィッシャーハワイでほとんど揃います。私の子供は小学生なんですが、毎年学年が上がるたびに学校から新学期に向けて準備が必要な文房具リストが家庭に届くんですよ。新学期のシーズンは文房具を買いに来る親でものすごい混雑するんですよね。似たようなお店でオフィスマックスやオフィスデボという全米の大手チェーン店もあるんですが、フィッシャーハワイはハワイのローカル会社ということもあって人気があります。ハワイってそういう本土からのチェーン店は結構嫌う傾向があるんですよね。地元愛にあふれたというか、ある意味助け合いの一環なのかもしれません。ここには子供向けのチーク玩具も売っていて、こういった玩具ってウォルマートとかターゲットのおもちゃ売り場に売ってないので、子供がいる人はフィッシャーハワイに一緒に来てこういったチーク玩具をお土産に買うのもいいかもしれませんね。バインダーはどこかな。
あった。それではバインダー買って帰りますか。これにて今日のミッションは完了ですね。よし、ミッション完了。無事にバインダー購入してきました。今日はこれからですね、米国の確定申告のために書類をですね、分類していきたいと思います。毎年これで2日とか3日取られちゃうんですけど、まあ仕方がないですよね。よし、帰りましょう。ちなみにさっき紹介した一番人気のあるウォールアートはですね、フィッシャーハワイの建物の真裏にあるので、フィッシャーハワイに来るついでにウォールアートを見たりするのもいいかもしれませんね。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。